皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語をお届けしています。リスニングやシャドーイングの練習にぜひ使ってください。さて、今日のテーマはめっちゃとかやばいなどのスラングです。スラングっていうのはもう知っているかもしれないんですが、カジュアルな言葉で特に若い人とか仲のいい友達同士で使われる表現です。では早速なんですが、まずはめっちゃから説明します。めっちゃはとてもとかすごくと同じ意味です。例えば、うわーこのケーキめっちゃ美味しい。今日めっちゃ暑いねというふうに使います。もともとは関西弁だったんですけど、今は日本中でよく使われています。あとは似た表現でめちゃくちゃとかめちゃっていうのもあります。今日めちゃ暑いねとか、それめちゃくちゃすごいねとかっていう感じで使います。めっちゃに似た表現だと超とかもよく使いますね。うわこの服超かわいいとか、今日超楽しかったありがとうとか、そういう感じで使います。次の言葉はやばいです。この言葉はたくさん意味があります。もともとの意味は危ないとか良くないだったんですが、最近はすごいとか最高っていう風ないい意味でも使われることがあります。例えば美味しいラーメンを食べた時に、このラーメンやばいとか言いますね。あとは大好きなアーティストのコンサートに行った時に、昨日のライブやばかったねいうこともできます。あとはちょっとマイナスな意味というか、焦った時とか驚いた時にもやばいを使うことができます。例えば、宿題忘れちゃったやばいとか、あとは友達と喋っている時に驚くようなニュースを言われて、何それやばいんだけどとか。なのでやばいはイントネーションによって意味が全く違う言葉になるので、その伝え方によって意味を推測する必要があります。自分が使う時もイントネーションに気をつけて使ってみてください。多分やばいだけでも会話できるんじゃないかなってぐらいやばいはたくさん意味がありますね。本当にやばいです。次はエモいという言葉を紹介します。エモいは英語のエモーショナルから来た日本語のスラングです。感動するとか懐かしい、心に響くっていう意味があります。例えば、この音楽エモい、この音楽とても感動するとか、小学生の頃を思い出すとか、そういう意味で使います。あとは、見て、あの夕日めっちゃ綺麗でエモいよとか、夕日が綺麗で感動するときに使う表現です。あとは友達と一緒に卒業式のアルバムとか写真を見ていて、昔の写真見るのエモいねとか、懐かしいとか心に響くっていう意味で使うことがあります。エモいは言葉で表現できない、言葉では説明できない気持ちを表すときによく使います。映画とか音楽とかアニメとか写真、感動するものに使うことが多いです。次はウケるです。ウケるは面白い、笑えるという意味があります。もともとは受ける、受けますという accept とか、receive っていうような言葉から来ています。受けるには人気があるとか人に好まれるっていう意味があります。でそこからどんどん意味が変わって面白いとか笑えるという意味になりました。例えば、何その話めっちゃウケる、めっちゃ面白いって意味ですね。あとは、さっきの先生のギャグウケたとか使いますね。
あと友達がこう変な T シャツ、変なデザインの T シャツとかを着ていたとしたら、その T シャツウケるねとか、なんか面白いデザインだね、変なデザインだねっていう感じで使います。ウケるは特に友達同士とか仲いい同士で使う表現ですね。英語で言うとThat's funny に近いかなと思います。はい、ここまで4つのスラングをお伝えしました。めっちゃ、やばい、エモい、ウケるを紹介しました。いかがでしたでしょうか？もう知っている言葉が多かったかなと思うんですけど、ぜひ友達とおしゃべりするときは使ってみてください。今日ご紹介した4つの言葉はやっぱりスラングにはなるので、いいイメージも悪いイメージもあります。いいイメージとしては、友達同士で使うときには親しみやすいフレンドリーな印象を与えることができます。あとスラングを使うと気持ちをすぐに表現できることもありますよね。気持ちを詳細に表現する言葉を知らなかったとしても、やばいを知ってたらイントネーションを変えてその時の気持ちを相手にすぐ伝えることができます。そういう時にスラングって便利ですよね。あとは友達同士だったら楽しく会話をすることができます。あとトレンドとかもあるので、それをこうキャッチして使うっていうのは言語を勉強する中でもとても楽しいですよね。なので、あとはスラングを使うイコール友達との距離が近い、相手との距離が近いっていうことにもなるので、カジュアルなシーンでは使ってみたらいいかなと思います。ただ逆にネガティブなイメージもあります。仕事の時とかフォーマルな場面では基本的には NG ですね。仕事の取引先の人とか、あとは上司と話すとき、先生と話すときにはあんまり使わない方がいいです。やっぱりスラングを目上の人に使ってしまうとちょっと失礼になります。なのでフォーマルな場面ではあまりスラングは使わないようにしてください。あとスラングは意味が変わりやすい言葉です。若者の間で流行に合わせてスラングも新しくなったり意味が変わったりするので、その使い方とかニュアンスとかも合わせなきゃいけないです。あとは正しい日本語を学びにくいというデメリットもあります。特に日本語の試験 JLPT などではスラングは出てきません。なのでもし正しい日本語、正しい文法を使って日本語を勉強したいという時は、教科書とかを使って勉強するのをおすすめします。ただ教科書にもあまり日常会話では使わないような表現もあったりはするので、実際に日本人が使っている日本語を勉強するのがいいかなと思います。基本的な日本語の文法を習得できたら、日本人の YouTuber のチャンネルを見たりとか、もう少し早口なポッドキャストを聞いてみるとか、日本人の友達を作って教えてもらうとか、実際に喋ってみるっていうのがおすすめかなと思います。日本人でもやっぱり私はもう社会人なんですけど、会社でやばいとかウケるとかめっちゃっていうのを使ってしまうと、自分語彙力ないかもと感じてしまうことがあります。友達と喋るときは全然いいんですけど、やっぱり普段使っているとそういう言葉ってどうしても出てきてしまうんですね。頭では使わないようにしようって分かってても、普段の日常会話でめっちゃとかやばいを使っていると、どうしても仕事の場面でも出てきてしまうことがあります。スラングをちょっと使ってしまったからといって評価が落ちたりとか信用を失うっていうことはあんまりないと思うんですけど、相手の人がもし目上だったり偉い人とかだったりすると、
この人は少し幼稚なのかなとか思われてしまう可能性もなくはないので、気をつけて使ってください。でも本当に友達同士で喋るときは、スラングを使うことによって仲良しっていうことを表現できるし、楽しく会話することもできると思うので、うまくバランスをとって使ってもらえたらなと思います。はい、では今日はここまでにしたいと思います。今日はスラングについて話しましたが、いかがでしたでしょうか？ぜひ皆さんも知っているスラングとか気になっている単語があったら、ぜひコメント欄で教えてください。最後にこのポッドキャストが良かったなと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。私はインスタグラム、X、YouTube、Spotify を運営しています。これからも皆さんの日本語の勉強に役に立つようなコンテンツを発信していきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。働いてる人も学生の人も皆さん今日も一日お疲れ様でした。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。